はーい。オルルよ。前回は建築の基本的なシステムを少し触ってみたんだけど、いろいろ触ってるうちにちょっと分かってきたから、今回はそのあたりのもう少し詳しい話をしたいわ。最初はシステム的な話から、前回の動画と同じワールドを使ってるけど、今日はレマちゃんはいないわ。さて、前回も少し触れたけど、3種類の配置モードがあるのよ。ベーシック、アドバンス、ノースナックの3種類があって、それぞれ何が変わるかっていうとスナックポイントの数が変わるみたい。まずノースナックだけど、これはイオンで字の通り、常にスナックポイントを無視するモードね。細かい装飾をつけるときとかはこのモードがいいのかな。ベーシックだとスナックポイントを各頂点、床とか壁だと四隅それぞれの角、梁なら上と下の2箇所をスナックポイントとして扱うことができるわ。次に、アドバンスだと、ベーシックのスナックポイントに中間点が追加されるわ。床とか壁だと四隅と、各辺の真ん中をスナックポイントとして扱うことができるようになるの。これが今のところこのゲームの建築で一番特徴的な要素かも。アドバンスモードについてもう少し細かい話をすると、どうやら最小サイズのパーツには中間点のスナックポイントが存在しないみたい。あとは針にも中間点はないわ。逆に最大サイズのパーツだと中間点が2つ追加されて、各辺の長さが4分割されるのよ。ということは多分、アドバンスモードの仕組みっていうのは各辺に中間点を追加するんじゃなくて、最小サイズのパーツの辺の長さを1メートルとして1メートルおきにスナックポイントを取るっていうのが正しい説明なんだと思うわ。なんか数学系の解説動画みたいになっちゃったけど、ルーンスケープの建築の話だからね。これによって何ができるかっていうと、建物に綺麗な丸みをつけられる。実際にやってみるわね。まずは角の床を剥がして、床と同じ長さの梁を用意したら、角度を変えながら設置していくわ。次は壁と同じ高さの梁を用意して、さっきの梁の先に設置してね。梁を置いたらここに壁を貼るわ。アドバンスモードにして中くらいのサイズの壁を中間点のスナックポイントで設置。最後に床。この梁は邪魔だから撤去して OK よ。使うのは中くらいの床。まずは内側の角に合わせて設置。それからアールの部分を埋めていくわよ。ここで使う床は3枚。ちょっと配置が難しいけど、壁のスナックポイントと合わせるようにするとうまくいくかも。これで綺麗に角が丸い建物の完成。いつもの建築にちょっと取り入れるだけでおしゃれ感がアップするんじゃないかしら。あとは外側に梁を足してあげたりして簡単にアレンジできるわ。よかったらやってみてね。ただ、手間はかかるわ。手間はかかるけど、綺麗に均一に配置できるのがいいところよね。バルヘイムでも同じようなことはできるんだけど、ある程度サイズが限定的だから、これだと小さなパッツと中間点のおかげでより選択肢が多くて、そこもいいと思うわ。今回はアドバンスモードで作ってみたけど、もちろんノースナップモードで綺麗に配置することもできるんじゃないかな。でもそれは正直しんどいと思うから、できるだけ簡単な方法を考えてみたわ。どうもレマです。それでは後半は無敵拠点のご紹介です。ここは説明用の新しいワールドなのでオルルはいません。オルルと2人で遊んでいたところ、最強の拠点スポットを見つけてしまいました。しかもゲーム開始直後の初心者さんでも簡単に行ける場所です。現在地はこちら、スタート地点ですが、ここからずっと道沿いに進んでいって目的地はこちら。それでは早速、現地へ向かいます。さて皆さん、拠点に求めるものは何でしょうか？無敵拠点をご紹介するにあたって、まずは無敵拠点を定義しておく必要があります。無敵というからにはまず敵がいるわけですが、ではルーンスケープの拠点における敵とは、そう、ゴブリンの襲撃とドラゴンの襲撃です。すでに少し調整が入っているようですが、現状かなりの頻度で襲撃が発生します。これらの襲撃を完全に防ぐことができれば無敵と言えるでしょうか。ルーンスケープドラゴンワイルズは Steam で大好評発売中です。歌詞が見えてきました。風光明媚ですね。この辺りからバイオームが変わってきます。少し敵が強くなったりしますが、まああまり気にせず突っ切りましょう。さて、無敵拠点に話を戻します。拠点は防ぐべき敵はモンスター以外にもあります。最大の敵。それは喉の渇きです。水の確保はシンプルに死活問題です。できれば水汲みのために遠出したくない。というのは、古来からの人類の永遠の課題ではないでしょうか。人は水飲みで来るにあらず、本当は食料も拠点で確保したいところですが、今は農耕系のシステムが存在しないようなので、そのあたりは目をつぶりましょう。つまり、モンスターが来なくて水が汲める拠点、これこそが無敵拠点である、と定義することができます。多分、そろそろ見えてきました。
この辺りの森を抜けたらゴールです。付近には多少ゴブリンがうろうろしていることもありますが、まあ数匹なら初期装備でも大丈夫だと思います。今後の健やかな暮らしのために、先住ゴブリンには退去いただきましょう。切り捨てごめん。というわけで目的地に到着しました。この野原じゃないですよ。あそこです。こちらが今回ご紹介する無敵拠点です。まずはご覧ください。この断崖絶壁、当然モンスターはここを登ることはできませんが、我々には魔法があります。ちなみに失敗して下に落ちると死にます。100個。この魔法、楽しくて好きです。絶壁を登りますと、このようにツタで道が塞がれているので、斧で破壊します。斧で叩けば壊せるのですが、これを壊せるようになるためには、木こりレベル20が必要です。レベル20くらいまでならちょっと木を切っていたら一瞬で上がる、と私は思っているのですが、諸説あります。噂によると、最速の木こりレベリング方法は枝を拾うことらしいです。森の中にかなりの密度で落ちているので、どんどん拾ってください。というわけで到着しました。こちらが無敵拠点となります。中が結構広い洞窟となっておりまして、なんと、水たまりがあります。この水たまりでは、水を汲むことができます。ここに拠点を作れば飲み水が簡単に入手できてしまうわけですね。そして頭上が完全に岩で覆われておりますので、ドラゴンの襲撃を受けません。一定時間ごとに現れては暴れ散らかしていく怪獣こと毒ドラゴンを完全に無視できます。最初にご覧いただいたように、入り口は切り立った崖ですので、ゴブリンも寄せ付けない非常に堅牢な物件となっております。このように完全に無敵拠点の要件を満たしていることがお分かりいただけたかと思います。ちなみに飛び降りてもギリギリ怪我をしない高さのようです。これはもはやバリアフリーと言っても過言ではないでしょう。最後に私たちの拠点をご紹介します。ホルルが一晩ではありませんが、しばらくかけて改造してくれました。それでは中に入っていきますよ。こちらは入り口です。いつの間にかエモい感じになってました。テーマパークみたいな色合いでワクワクしますね。そしてこちらがこだわりの調理場。汲んだ水をすぐに沸かせる、私のようなお着物も安心の設定です。ちなみにクッキングポットなど一部の設備は屋外でしか使えませんが、実はここ、屋外です。屋外なんですよ。というわけでお次は屋内用設備コーナーです。こちらには屋根と壁をつけることで、屋内扱いにしてあります。収納もたっぷり、一段全てある床がチャームポイントらしいです。隣は焼き場というと語弊がありますが、炉や窯といった設備のコーナーです。あ、見えちゃった。ホルルはあちらで寝ています。そっとしておきましょう。さてこちらはロードストーンドルーンが工場です。テントからロードストーンへ行きやすいのが私は好きです。死んでから急いで戻るときに便利な配置です。以前マルヘイムで2段ベッドを作ったときにうっかり出られなくなったことがありましたが、今回は安心の設計ですね。さて最後に真ん中もご覧いただきましょうか。倉庫です。RGB3 色の松明を取り揃えたところ、こんな色になってしまったそうです。無駄に神々しいですね。裏側にはポーション用の鍋とろくろ、この箱にはポーションの材料がしまってあります。やたらアーティスティックな雰囲気が漂っていますが、なんかこの辺見るたびに形が変わってる気がするんですよね。こちらはもともとあった宝箱、たまに中身が湧きます。楽しいですね。基本的に出入りはロードストーンです。材料はいくらでも手に入りますしね。そうそう。この微妙な階段は、私が木を切りに行く時に欲しかったのでつけてもらいました。いかがだったでしょうか。なかなか楽しい秘密基地になっているかと思います。夕日が沈むところですが、ちょうどいいのでもう一つ重要なことをご紹介しておきましょう。最強の無敵拠点といって差し支えないこちらの物件ですが、一つ注意点があります。暗くなってきましたね。もうそろそろのはずですが。はい、ご覧の通りです。出るんですよ。この世に未練を残した何者かが。というわけでこちら、ドラゴンなし、ゴブリンなし、水源完備。ただし告知事項ありとなっております。ぜひ皆様もご活用ください。